第2話獣医師神戸と魔法の猫サムシー。院内での事件とサムシーの秘密。サムシーを保護した翌日、神戸はいつも通り薄暗い5時に起きました。彼の住むテントから動物病院までは自転車で30分ほどの距離です。朝の冷たい空気が彼の方を指し、病院の前にはまだ霧が立ち込めていました。神戸は自転車を止めると深呼吸し、清掃員の方々を手伝い清掃を始めました。清掃中、床の上に1万円札が落ちているのを見つけた神戸は、それを封筒に入れ、朝出勤してきた院長のアルンに手渡しました。しかし、遅番の副院長タカが慌ててやってきて、昨日2万円落としたが、見つからなかったかと尋ねました。神戸が1万円落ちていましたので、院長に渡しましたと伝えると、タカは突然怒り出し、2万円のはずだ、お前が盗んだな、と詰め寄りました。神戸は副院長タカに疑われたことにショックを受けましたが、院長のアルンがやってきて、2人の話を聞き、どこかに落ちていないかもう一度見てみよう、と提案しました。最後に副院長タカのカバンを見てみると、その隅に1万円が埋もれていました。副院長タカは謝りもせず、黙ってその場を離れました。院長アルンは神戸を励まし、彼の誠実さを再認識しました。その日の昼、鼻から血が止まらなくなった犬のマリが急患でやってきました。その場には神戸と看護師アキ、副院長タカしかいませんでした。副院長タカは休憩外出中で留守で、看護師アキは憂えて神戸にそのことを伝えました。神戸は普通の出血ではないことに気づき、すぐに院長アルンに連絡しました。看護師アキは神戸の冷静な対応を見て、少しずつ落ち着きを取り戻していきました。院長アルンと神戸の救急対応でなんとか出血が止まりました。実は神戸は東南アジアの大学で勉強する傍ら、動物病院で朝から夜まで毎日空いた時間に救急患者診療に従事してきた経験者でした。その夜、神戸がテントに帰ると、サムシーが彼を迎え、魔法の力で神戸の疲れを癒しました。サムシーは神戸の疲れを癒すだけでなく、心の傷も癒す力を持っており、彼の体から疲れが消え、心が軽くなるのを感じました。翌日、神戸は動物病院での診察を終え帰宅してサムシーと共に魔法の国の動物を救う準備を始めました。彼らの前にはまだ見ぬ試練と驚きが待っているのです。サムシーの秘密。サムシーは魔法の国から来た猫で、サムシーの一族はその国では癒しの守護者として知られていました。彼の故郷では病気や怪我を負った動物たちがサムシー一族のもとに集まり、その魔法の力で癒されていました。サムシー一族の魔法は古代の秘術と自然の力を融合させたもので、彼の優しい心と深い知恵がその源でした。サムシーの故郷、魔法の国は美しい自然に囲まれた場所でした。そこには清らかな川や緑豊かな森、色とりどりの花々が咲き誇る草原が広がっていました。動物たちはみんな平和に暮らし、サムシー一族の魔法の力を信じていました。ある日、魔法の国に大きな災いが訪れました。
悪魔の攻撃を受け、突然の嵐が国中を襲い、多くの動物たちが怪我を負い、病気にかかりました。サムシー一族はその時、彼らの力を最大限に発揮し、動物たちを救うために奔走しました。彼は古代の秘術を使い、自然の力を借りて、次々と動物たちを癒していきました。悪魔はサムシー一族を攻撃し始めました。その時にユーシャニャン次郎が時空の扉を使い、サムシー一族の子猫を逃したのです。サムシーのキャラクター。1、魔法の猫。サムシーは魔法の国から来た猫で、特別な魔法の力を持っています。彼の魔法は癒しや防御、さらには攻撃にも使える多岐にわたる能力を持っています。2、勇敢で忠実。サムシーは非常に勇敢で、皇米を守るためにどんな危険にも立ち向かいます。また、彼は皇米に対して深い忠誠心を持っており、常に彼のそばにいます。3、知恵と知識。サムシーは魔法の国で育ったため、さまざまな知識と知恵を持っています。彼は皇米に対してアドバイスを与えたり、困難な状況を乗り越えるためのヒントを提供したりします。4、愛情深い。サムシーは非常に愛情深く、皇米や他の動物たちに対して優しさを示します。彼の存在は皇米にとって大きな癒しとなっています。5、ミステリアス。サムシーの過去や出自には多くの謎があり、彼自身もその一部を知らないことがあります。彼の魔法の力の源や、彼が魔法の国から逃れてきた理由など、物語が進むにつれて明らかになっていきます。6、コミュニケーション能力。サムシーは人間の言葉を理解し、テレパシーを使って皇米とコミュニケーションを取ることができます。これにより、2人は深い絆で結ばれています。